こんにちは、会長です。先日ショパールのアルパインイーグルをじっくり見る機会があったので、今回はアルパインイーグルを紹介してみようと思います。最初に結論ですが、私はこの時計結構好きで、ラグスポブームに乗って売れた時計というイメージがあるかもしれませんが、ブームを差し置いても購入候補になるいい時計だと思います。ということで、アルパインイーグルのいいところと気になるところについてそれぞれ話してみたいと思います。最初にいいところ、これはいろいろあるんですが、まずはショパールというブランドがいいんですね。ショパールは時計職人のルイ・ユリス・ショパールが1860年にスイスのソンビリエというところで創業したブランドです。その後1963年にカール・ショイフレさんがショパールを買収し、時計と宝飾品を扱う現在のショパールに生まれ変わりました。そして現在の時計ブランドとしてのショパールの地位を確立したのが1996年に発表した名機 LUC1860 です。今年の新作で LUC1860 が復刻されましたが、特に自社製の自動巻きムーブメントの完成度が高く、かなり話題になった人気の時計です。ショパールって一般的には宝飾だったりハッピーダイヤモンドのイメージが強いと思うんですが、160年以上の歴史がある上に高い技術力を持ったブランドというのがいいんですよね。あとはアルパインイーグルの誕生秘話がいいんです。アルパインイーグルは1980年に誕生したサンモリッツというモデルがルーツになっています。このサンモリッツとアルパインイーグルの誕生にはちょいとしたストーリーがありまして、サンモリッツは現社長のカール・フリードリヒ・ショイフレさんが若き日に当時の社長のカール・ショイフレさんに進言して誕生したモデルなんですね。そしてアルパインイーグルは現社長の息子のカール・フリッツさんがサンモリッツを偶然見つけて、同じように現社長に進言して誕生したモデルなんです。歴史は繰り返すというか、なんとなく映画にあるような親子3代のストーリーがアルパインイーグルの誕生にはあって、そういうバックボーンがあるというのはこのモデルの魅力の一つだと思います。それからやっぱりこれが一番の魅力だと思うところですが、デザインが秀逸なんですよね。先ほども触れましたが、アルパインイーグルはサンモリッツがルーツになっていて、ベゼルのビスやダイヤルデザイン、ブレスレットなどはサンモリッツから引用されています。しかし針、インデックス、ベゼルが太くなるなど全体的にスポーティーにアップデートされたため、現代的なデザインになっています。サンモリッツはベゼル周りがやや癖のあるデザインで、ダイヤルはジュエラーっぽい顔つきだったんですが、アルパインイーグルはそのあたりのテイストをうまく残しつつ、より魅力的なものにしているのが本当にうまいなと思いました。特に針の感じが好きで、形状はシンプルなんですが力強い雰囲気があっていいですね。そして最大の特徴は名前にある通り、ダイヤルがワシの目の交際をモチーフにした模様になっていて、これが実にいいんですね。ダイヤルは電気メッキ処理によってできているんですが、ギラギラしすぎず有機的な模様ですごくいいアクセントになっていると思います。なんとなく引き込まれるような不思議な魅力がありますね。色もブルー、グレー、グリーンなどがあって定番的なんですが、非常に綺麗な感じを受けます。そしてケースの仕上げもポリッシュとサテンが組み合わされていて立体感があって綺麗ですね。それからこのケースの素材というのがルーセントスティールというショパール独自の素材で、普通のステンレススティールよりも白っぽい色味で神秘性に優れているのが特徴です。この色味はアルパインイーグル単体で見ると分かりづらいんですが、他のステンレスの時計と並べて比べてみたとき、確かに白っぽく見えました。デザインに関してはサンモリッツのドレス要素を受け継ぎつつスポーティーになったことで、ラグスポと一言で言ってしまうと味気ないんですが、すごくいいバランスになっていると思います。いろいろなシーンで使えそうなのでそこもいいですよね。さらにダイヤルのワシの目のデザインと仕上げの良さが加わって非常にいい時計だと思います。機能に関してもアルパインイーグルはいいんですね。まずはスポーツウォッチらしい 100m 防水、そして安心のクロノメーター認定で精度も良いと基本的な使いやすさを抑えています。それから先ほど触れたルーセントスティールですが、実は綺麗なだけではなくて硬度が高く、普通のステンレスと比べて 1.5 倍ぐらい耐摩耗性があるらしいんです。ただ傷は普通につくので角の気体は禁物だと思います。それから金属アレルギーを起こしにくい素材らしいので、この辺も地味にありがたいところですね。ちなみにサイズは33、36、41ミリがあって、メンズだと36か41ミリだと思いますが、このサイズ展開もいいですよね。
ただ 36mm はノンデート、41mm はデート付きという違いがあるので注意が必要です。スペックはラグスポらしい感じになっていて、非常に使いやすくていいんじゃないかと思います。さて次にアルパインイーグルの気になるところについて話してみたいと思います。おそらく買おうか悩む一番ネックになるところはムーブメントではないかと思います。ムーブメントの特に審美性のところが惹かれる要素が少なく感じてしまいます。41mm のモデルはキャリバー 0101C というムーブメントが使われているんですが、これは仕上げなどの装飾を簡素化して組み立ての一部を自動化することで量産性を高め、比較的低コストで提供できるものになっているそうです。今定価が200万円くらいするんですが、この価格でこのムーブメントというのが少し引っかかります。とはいえ、じゃあ同じ価格帯の時計のムーブメントはどうなんだといえば、まあこんなもんかなという気もするので、外装がいいのでその分ムーブメントを抑えめにしたということでしょうか。ちなみに 41mm と 36mm で使われているムーブメントが違うんですが、日付の有無以外にもパワーリザーブが 41mm の方が60時間、36mm の方が42時間と違いがあります。サイズ的には 36mm がコンパクトで、しかもノンデートっていうのがシンプルで個人的には好みなんですが、パワーリザーブが短いのでここは悩みどころだと思います。で、なんでこんなにムーブメントに引っかかってしまうかというと、やっぱりショパールといったら LUC ムーブメントなんですよね。自動巻きムーブメントの傑作 LUC1.96 がルーツになっているムーブメントがショパールらしくて、審美性も高いのでどうしてもそれと比較しちゃって、なんとなく残念に思ってしまうんですね。いや、今年の新作で LUC 積んだアルパインイーグル出てるんだわ。これこそ待望のアルパインイーグルって方、時計好きの方には多いんじゃないでしょうか。じゃあこのアルパインイーグル 41XPS 一択かおすすめかといえば、手放しで勧められるかというとそうではないんですよね。やっぱり一番気になるのが値段が高いということ。これ300万円超えているんですよね。ムーブメントの違いにこの価格差を見出せるかというと、おそらく多くの方にとっては通常のモデルの方がおすすめだと思います。これはガチの時計好きの方向けのモデルですね。このムーブメントでしかもノンデートっていうところが最高なんですが、いかんせんこの価格、いいムーブメントなんでしょうがないとは思いますけどね。あとはアルパインイーグルのデザインというか、ラグスポ系の時計はスモールセコンドよりもセンターセコンドの方が似合っているような気がするんですが、皆さんはどうでしょうか。それから地味に気になるところがバックルなんですけど、よくあるやつだと例えばカルティエのサントスなんかはサイドにボタンがあって外すのが楽なんですが、アルパインイーグルはそういうのがないんですよね。デザイン的にはこっちの方がすっきりしていて美しいんですが、ガチガチに硬くて外しづらかったです。これは慣れの問題かもしれませんが、少し気になりました。というわけでいくつか気になる点もあるわけですが、まとめると割とおすすめの時計なのではないかというのが結論です。判断のポイントになるのはこのムーブメントが許容できるかどうかですかね。同じようなラグスポ系の時計で同価格帯でいうとジラール・ペルゴのロレアート、ピアジェのポロ、あとは IWC のインジュニアあたりが候補になってくると思いますので、その辺と比較してみるのもいいかもしれませんね。ちなみにデザインで言えばアルパインイーグルかインジュニアが私は好みです。では最後までご覧いただきありがとうございました。以上です。